削ろうか。さあ、フェンダーのね、パテがまあできたんで、これからね、このライトケースをカップワイヤーブラシで剥がしてしまいます。せっかくね、サフはしていただいてるんだけどね、この部分、これね、この間パテするのに、この溝に入っちゃパテがいけないってんで、入らないようにマスキングをまだしてたんですよ。これマスキングを剥いだらね、サフが取れちゃった。マスキングテープっていうのはね、そんなにあと剥がすことを考えられてるから、そんな粘着力ないんですよ。それでね、その剥がしたらサフが取れちゃったっていうのはね、やっぱりこの足付けが全然足りてないんですよ。カップワイヤーブラシでザーッと先を取ったら、それで足付けもできてると思ったら大間違いなんですよ。カップワイヤーブラシってね、先っちょは細いワイヤーでしょ。だからね、すごく当たってもね、優しいんですよ。ですからね、足付けにはあれはならないの。カップワイヤーブラシは足付けにはなりません。
ただ塗装を剥ぐだけの役目と思ってください、ああいうものはね。だからカップワイヤーブラシで取ったらサフを塗る前にね、ペーパーで足付けしなきゃいけない。だからそれができてないんですよ。だからところどころね、こう保管しているこの間中にね、こうメッキがサフが取れてちょっと錆が出てきてるでしょ、こういうところね。これはやっぱりサフが足付けできてないから、サフが剥がれてそこが錆びてきてるんですよ。でそれより何よりもね、錆もしっかりまだこれ取れてないんですよ。この縁とかね、ここはこの縁全部ね、ずーっと塗装が残ってたのは2日前におっちゃんが全部金の子で剥がしたんですよ。これ全部サフが取れてるのは、ここにずーっと古い塗膜が残ったままだったの。だからあんなのをほっといたらもうかっこ悪いんだ。それとね、これは全体的に下の錆がしっかり取れてない。だからね、すごく表面がザラザラしてるのよ、錆のために。どこが一番分かりやすいかな。まあどこってこともないけどね、これでこのカメラに映りますかね。表面にね、この下錆がいるなっていうのがすごく分かるんですよ。だからね、ライトケースは丸くてつるっとしてるもんじゃないですか。だからね、それがガサガサしてたんじゃね、もう塗りに影響するんです。もうこの辺りとか、とにかくね、全体にこいつはね、ちょっと塗装するにはちょっとダメです。これではね、ライトケースの艶めかしい塗装ができません。すごく表面がザラザラなんですよ。もっとしっかり下の錆を落とさないとダメです。それでね、しょうがない。おっちゃん、それやります。これからね。さあ、ライトケースね、パテしましたよ。これがおっちゃんライトケースパテした後です。はい。これをね、明日、乾燥し、硬化したら、磨いていきます。つまりね、おっちゃんが、これじゃあちょっと塗れないって言った理由がわかるでしょ、これで。こんだけね、パテで修正が欲しいような、ライトだったんですよ。だから、これだけパテしました。修正部分にね、こういう修正なしにそれを塗ってたらね、ちゃん絶対気に入らないものになってたと思うよ。はい。そういうことで、これで明日まで、乾燥硬化させます。はい。明日これでね、一発でサフが決まれば、サフを塗りたいんですけど、どうですかね。サフはね、一回じゃ大抵済まないんでね、明日もサフすることになるかもしれません。はい。